はい、始まりましたと。第1回ギルティギアストライブでスクリプトを変更してノートを作成するライブ。ちょっと初めてなので段取りとかはね、まあいいや。とりあえず今日ここまでやるっていうのをまずルーシーの前 P ね。で今一撃で倒せるぐらい超ダメージねするのと、ユニティこれの弾丸のダメージをものすごい上げると。で3つ目はこの覚醒必殺技、これをゲージなしで出せるようにすると両方ともね。はい、じゃあまず今日はここまでやってみますと。じゃあ一旦これを戻してこれを終了させると。でこっちの画面を押しておくと。ではまずBD スクイーツとの編集をする場合クロームだね。ここのディスコードっていうサイトのまあ今これちょっとブラウザーモザイクかけて書いてるんで見にくいと思うんですけど、まあ勝手に表示していいのかどうかもよくわかんないからまあいいや。でアンリアルアニメモッツっていうサーバー、この URL をまずチャットに載せようかな。これでこのリンクに飛ぶとここに飛ぶと。でまあよくモザイクかかってるからわかんないと思うけど、まずここで必要なのはアンリアルエンジンバージョン、あとキー、この2つをどっかにメモっておくと。というのをこれか。この2つをどっかにメモって保存しておくと。でまずそこまでやってからこれね
こんな感じでね。ミルティギアストライブはアンリアルエンジン4の 4.25 でこれキーっていうのはまずねコピーをしておくと。じゃあ次はあれだな、狂った。セーラーダウンロードをまずすると。で必要なのはこの12345と6か、まあ1個ずつで、このアンリエルパックっていうのはここのディスコードのストライブリソースのもう少し下のこれか、ジュエルユーティリティっていうところのアンリアルパックから直接ダウンロードしておくと。で2つ目がモッドマネージャーね。モッドマネージャーはこれだ。これもチャットで残しておこうと。まあなんといっても今なら自分で何とでもできるけど、そのうち忘れそうだから、まあそのためにも残しておけばね、自分で見てわかるっていう感じで、このモッドマネージャーがこのアンブレムアンドラのかな、下の方のマニュアルダウンロードっていうところでダウンロードしておくと。で3つ目が UEB はこれこれないと話にならないっていう感じなんで、これか、これもやっとに載せておこう。こうすると。でそれがこれが UEB はで、この Win32 バージョンまあ Windows しか自分は使えないので、 Linux でなんかやりたいですっていう人はまあ各自調べてくださいとしか言いようがないよね。で4つ目がこの DJ スクリプトアンパッカー、これそういうことで、はい、よし、それの出てかで、まあこれ Git なんで、まずこう押せば、あ、カーソルはわかんないか。まあでもダウンロード自体はね楽なので、で次がこの BB スクリプトそのもの、 BB スクリプト EXZ、俺になるのはおすすめしないぞ。
こんな感じと。で BB スクリプトイーブズはこれミーディアムしてこの BB スクリプトダウンロードヒアって書いてあるんでこれもダウンロードすればいいんだけどもう一つ必要なのが大事なのがあってスタティック DB の ggst.rom RON ファイルこれがものすごい大事でこれはまあいろいろこうヌーシーとか配信当日は自分でこれを編集しないと結局 BB スクリプトパースができないのでまあ自分でやってたんだけどこれも必要ですと。でスタティック DB はこのコードでコードボタンでダウンロード ZIP でダウンロードしといて後でこの必要なスタティック DB フォルダだけをには置けばいいと。で最後がこれか何らかのモッドをダウンロードしておくと基本的にモッドって.pak ファイルと .sig .sig ファイルっていう2つでワンセットって感じなんだけどこの sig ファイルっていうのは普通にどのモッドでも入ってるんで何作っても一緒なんで一応はこれかこのルーシーのカラー変更モッドのを使わせてもらうということで元こうブースタインザセルホワイトスーツモッドもうそれを適当にダウンロードしておけば OK という感じでダウンロードが済んだっていう前提でこれとこれで7番ここ一応 C ユーザーマイ PC ってなってるけど多分これ他の人だとこのマイ PC の部分がそれぞれ自分のパソコンのアカウントの名前だったりするのでまあその辺は個人で調整してくださいという感じでで890これ今日モッドのライブするために作ったのでこのフォルダは別になくてもできるっちゃできるんだけどでも今日はこれを作成しますということででちょっと拡大があるかまあいいや特大アイコンでここら辺にまずアンタッカーに BB スクリプトにアンリアルパックに UEP1 にス
スタティック DG フォルダごとコピーしておいて、でこれがメテコゴーストインザシェルの元と見えて、でてか123と一応3個フォルダを用意しておきましたと。じゃあ次はそう、いよいよモッドの作成に入るのか。その前にあるか、モッドマネージャーを一応動かしてインストールしといた方がいいんだけど、モッドマネージャー自体はできれば、ギルティギアストライブが保存されている Steam のコモンフォルダ、その辺に入れといた方が後で楽で、こんな風にモッドマネージャーがあるので、一応ここでギルティギアストライブを選ぶと、でセットアップしておくとモッドフォルダーとかが自動で作ってくれるので、まあ適当にここのエラーログみたいの見れば、赤いの出たらちょっとおかしいよっていうのはね、まあモッドマネージャーの説明じゃないからここは飛ばすか。さて、で実際にこれだね、順番としてはまずゲームのファイルを展開して、次BB スクリプトアンパッカーで保存して、 BB スクリプトをパースして BB スクリプトを編集してリビルドしてパックして、インジェクションか、インジェクションしてパックして最終的にモッドフォルダに入れるという順番なので、まあ一個ずつやっていきますと、その前にちょっと用事してきますと。よし、オッケー。じゃあ一個ずつやっていきますかと。まず UEP は起動ね。これか。はい。これを起動して見えない。ここのフォルダはギルティギアストライブが入っているSteam 内のフォルダだ。これだとちょっと見にくいけど、Steam コモンギルティギアストライブレントまでかな。でそれを選択して、でアンニュアルバージョン
4の 4.5 を選択して OK を押すと G を入れてくださいという画面になるので、さっきメモして保存しておいたキーをコピペすると。で、それで OK を押すと出たね。これが展開したギルティギアストライブの基本的にネットでできないことってそんなにないとは思うんだけど、まあ今日は BB スクリプトの編集だけだからキャラのルーシだけが必要なので、これ全部を展開してハードディスクかなんかに保存すると15分ぐらい時間かかるかな。まあ一回やれば次 EGM を変更したいとか UI を変更したいとかそういうことがあってもまあできるんだけど、今日はルーシーの性能を変えるってだけなので、ルーシーのフォルダ、レッドコンテントキャラ、デルユーシーデルーシーのフォルダを選択して出てた選択してセーブフォルダパッケージで、これちょっとあれだな、見えにくいけどここでいいや。で今日はキャラでさらにルーシーのみを保存するという感じなので、ここで右クリックでセーブフォルダーパッケージで保存フォルダはデフォルトのままでいいので、ここだと表示は出ないけど、大事なのはKeep Directory Structure、一回戻すけど、このフォルダの改造がものすごい大事で、1個ずれてたり、例えば一文字間違えてるだけでモッドが一切使えないというかエラーになったりするので、この Keep Directory Structure はとても大事ですと。で OK を押すと、表示が出ないのか。今保存してるんではい、保存完了と。でデフォルトの保存場所これか。これ自分で見ても忘れないようにできるからね。指輪のニューモデルセーブドにルーシーが今入りましたと。じゃあ次はネイビースクリプトだね。でここはもう必要ないので一旦これを下げて、よいしょ。でディスコードのアンリアルパックっていうのから直接ダウンロードしたら中身がこんな感じになってて、
で、ギットにもあるんだけど、違いは、誰かがちゃんと作ってくれてる準備を、このバッドファイルだったり、このメインモッドっていうのも誰かが、すでに作って用意しておいてくれてるので、それを使った方がいいです。ちゃんと、レッド、コンテント、キャラ、メイン、っていう風になってるんで、でしょ。で、ここに、ラムコピーして、これ、で、今日は、名前はテスト LUC にしようかな。で、テスト LUC がありますと。フォルダが。で、さっきの、これか。で、これを特大アイコンで、セーブすると、レッド、コンテント、キャラ、LUC。で、このコスチューム。であるので、さっきのメインモッドだと、MAY だったはずだから、まあ、このまんまコピーして、これを1個戻して、テスト LUC のコンテント、キャラ。ここに貼り付けをすると。結構ファイルがね、2万ファイルぐらいあるからね、今貼り付けしてるけど。で、本当に慣れてんだったら、もう自分でフォルダの解消を作って、必要なファイルだけをコピーした方が早いかな。で、しましたと。LUC。で、目いらないんで、消して。で、このコスチュームもいらないんで。コモンで、オーディオ、カメラ、データ、エフェクト。なので、この3ついりませんと。オーディオ、カメラ、エフェクトはいりませんと。で、データを開くと、こんな感じ。で、ちょっと見えにくいか。まあいいや。この ADV っていうのは、イントロ？アーケードモードのイントロとか、ソルトの掛け合いとか、そういうのが設定されてるんだけど、まあこれいじんのすごい大変っぽいんで、まあその辺はまだよくわかりませんと。で、しかも入れませんと。で、こっちの COL は、コリジョン、判定、物理判定、当たり判定、攻撃判定とかが設定されていると。で、このダークが多分、サバイバルモードの、なんか黒い赤く光ってるキャラの設定のあたり、これも言いませんと。で、必要なのはこの BBS、LUC と BBS、LUC、EF。この4つのファイルが一番大事というか、これだけで OK と。で、この2つ BBS、LUC は本体ファイルで、本体の攻撃とかそういうのを設定するので、この EF ファイルっていうのはエフェクト、さ
さっきのユニティの弾丸だったり、あとルーシーだったらモノワイヤーのあれやこれやで入っているのが EF ファイル。じゃあこっから実際 BB スクリプトを作るまでをじゃあ今からやっていきますと。見えるかな、見えないか。ちょっと待ってねと。BBS アンパッカーを起動するとこういう UI になってて、でこの UEXP と U アセットを選んでくださいっていうのがあるので、じゃあまず選びましょうと。で選びましたと。これはさっき作ったどこかな、あこれか、テスト LUC の中にある本体ファイルの UXP というアセットでエキストラクトすると、で場所はまあこれか、これ1番の BBS フォルダに名前はいけた。よし。BBS アンダーバー LUC ドット BB スクリプト、まあこの拡張子は何でもいいんだけど、さすがに TXT とかテキストファイルとかにしちゃうと紛らわしいし、なんか変な名前つけると忘れちゃうから、そのまんま BB スクリプトで拡張子をね。じゃあ次は EF ファイルをボトンと。で EF ファイルも選びましたと。 BBS LUC EF と。これもエキストラ。で BB スクリプトで保存しましたと。でこれまた使うのでとりあえずこのままの設定でよっしゃ。
で、今吸い出した、例えば BB スクリプトにしたものをそのまんま見てみましょうと。こんな感じ。なんとなく、英語とかで、少し意味はわかりそうだけど、まあ文字化けしてたりするから、そのままだ到底、編集はできませんよと。ということで、これを次はパースしますと。解析しますと。ということをやるわけで、その時に使うのが BB スクリプト .exe なので、じゃあそれを始めましょう。さて、ここでこれね、これちょっとでかい。これ一応これをちょっとチャット打ってみようかな。できるのかな。あ、できるか。これが EF ファイルとか。うん。で、これ自分でも使えるな。で、コマンドプロンプトをまず起動すると、で、この初期が C ユーザーマイ PC になってるので、で、フォルダの場所に BB スクリプト .exe があるので、これか。の感じなので、こういう風な BB スクリプト .exe を使いますと、パースしますと。で、ロンファイルはこれですと。このロンファイルっていうのは、まあ単純にパースするときの、なんだろう、設定ファイルっていうかね、まあ必須なので、まあそういう風に、この動画の通りに配置してれば、問題ないと。で、入力ファイルは、この NoBBS の、さっき見た文字化けしてた BB スクリプト使えますよと。で、マイナスオプションはまあ後にして。で、出力先は、2段目の、これ字違う。まあいいや。パース BBS にやりますよと。で、このマイナスオプションっていうのは、オーバーライド上書き何度もこれをやる必要があることがあるので、まあ、特に配信初日とか、ノンファイルがうまく更新されてない時とかね、新しい何かが追加されてたりするとね、ルーシーも多かったね。っていうことなので、まあ、マイナス O はつけて上書きしておいた方がいいでしょうと。じゃあこれをコピーして、エンターを押すと今、タースしてくれましたと。こっちの EF ファイルもタースしてくれましたと。
じゃあ投資したファイルを見てみましょうと。えい、こっちもいらないな。ものすごい読みやすくというか、まあ人間が見て分かりやすくなりましたと。ビギンステートイベントスタンド、まあここら辺はともかくとして、スプライトっていうのがキャラの画像の設定っていうか、それを指定する。でこの LUC000 の00っていうのが、まあこのイベントスタンド、これって確かアーケードモードとかの8ポーズなので、これはタッチポーズですと。で00から11まで合計12枚ありますと。でこの8っていうのは何フレーム表示しますかっていうことなので、全部8フレーム表示しますと。ということはこれが12枚あって全部8フレームなので96フレーム、ここは1巡するまでで、それが終わったらまたこの GoTo ラベルでループに行きますっていうことなので、でこのループがまた始まると。つまりこの11と0はアニメーション的につながってるように作ってくれてるんでしょう、アークさんが。っていうことなので、そういう理解でやっていきますと。まあパッと見た感じで大体わかるとは思うんだけど、ちょっともうちょい見るか。でかいな。この辺がいいかな。この辺から見ていけば分かりやすいかな。この辺にしとくか。このルーシーの SP03、まあ何の技か分かんないけど、DLC のキャラは大体もうこういうビギンステートは SP01 から06とかそんな感じで名前付けられてて、まあソルとかはちゃんとやっててくれてたんだけど、でこれを見ていくと、まあ英語なんでね、このダメージっていうのもそのまんまダメージなので、この ST03 はダメージは28ですよと。でその後アルティメット2にガトリングがつながりますよと。でスプライトは402の03が3フレームですよと。こんな感じ。さてじゃあこれから最初に言ったこれか、ルーシーの性能を変更すると、前 P で超ダメージ、覚醒必殺技をゲージ無視でと。でユニティの弾丸も超ダメージにすると。ということで、じゃあこっちからやっていきますと、まず本体ファイルを開くっていうのはこれね。
でこのノーマルアタック6ウィール検索と何個か見つかりますと、うん。で、一巡して。このアッドムーブっていうのは、動きの登録みたいな。で、インプット P と。で、その前に、この 6A とか、この前、こっちは 2A、5B、まあ 5C とか、この辺がよくわかんないと思うんだけど、これか。これキーパッドで、自分が左にいる自分のキャラがっていう前提で考えると、ノックっていうのは前になるわけで、で8がシャワーに、5はタッチ、まあ何もニュートラルやつだね。でガードをするときは4の方向に押すわけで、ということでこのノーマルアタック6っていうのは通常攻撃の6、前を押しながら P と。でちなみにパンチが A でキックが B、 スラッシュが C、 HF が D、 ダストアタックが E、 挑発とケイが F という風に設定されてるので、これで見るとどうしようかな。これでいいか。この 2C っていうのはこのキーちょっとあれだな、違うな。しゃがみが2なのでこっちが逆なんだ。この画像ちょっと失敗したな。消そう、分かりにくいなあ。実際ここら辺見ればね、 S ボタンを押しますよと、しゃがみですよと、そんな感じなので、さてこのレジスタームーブがさっきのアッドムーブを登録と。まあここら辺はねあんまり使わないしね。はい、ここにレゲエステート、これは一個のなんつうんだろう、クラスっていうかね、グループっていうか一塊。そっからエンドステートまでがマイ P の設定ですよと。でマイ P を超ダメージにするので、まあ読んでいけばなんとなくわかると思うけど、このダメージが24と。でこれを2400で変えましょうと。で保存。これでもうマイ P を押すだけでどんなキャラでも一発 KO と。で次がこれか、覚醒し卒をざうゲージ虫と。でこのリクワイヤーで金属をかけると
で、これだね。もうちょい大きくできるかな。このルーシーアルティメットワンツーと、こっちはなんだろう、 HS だからモノワイヤーでぶったたくやつか。で02が S だからクイックハックの方か。でこのアッドムーブフラグ、つまりこれを実行するためのフラグがこの 50% テンションなかったら、テンションゲージがなかったらできませんよというフラグが立っているので、単純にこれをスラッシュ2つでコメントアウトしてしまうと、これでもほとんど無制限で打てますよと。これでここまで終わりと。でユニティの大ダメージ、まずユニティって236の S なので236で検索をかけて、これか、ムーシー SP01 がユニティですよと。ユニティでの銃撃236打って S なので、これのビギンステートを見ましょうと。これも検索をかけて、これはユニティを銃撃をする兵士本体なので、実際ダメージを与えるのは撃った弾丸なので、ここにはないんだよね、弾丸自体の情報は。でここで見ていくと、レスプライト画像をある程度やってみて、これか、クリエイトオブジェクト with オーグレ、これショットオブジェ OBJ、 これが弾丸ですと。でこの EX ポイントはまあ多分ルーシーの、これか、ここに設定したこの銃口からこれを発射するとっていう設定なので、で弾丸のダメージを上げたいので、これをコピーしておきますと。ショットオブジェをコピーした上でムーシーの EF ファイルを開くと。ここら辺はね、まあエフェクトなんでね、そんなにすごいのはないかな。でこれも検索をかけると、そうするとこれが弾丸のそのもののビギンステート、ここまでか。ですと。で今回もダメージを上げるだけなので、どっかにあるかな、これか、ダメージ25と、これもじゃあ00にしましょう。2500にしましたと。でとりあえずここまで終わりましたと。ということで編集は終了。じゃあ次ビビレとして
ハックしてネットとして使いましょうというところに入るわけだね。とりあえず練習終わりましたと。でリビルド、リビルドもコマンドプロンプトでやるので、コメント入れてこんな感じで、まあさっきと一緒の BB スクリプトの場所なんだけど、最初はタースだったんだけど、今回はリビルドで EGST のそのままで、ちょっとでかいか。で、さっき編集しましたというタース BBS の中のこの BBSLUC.BB スクリプトを最後にこっちこの 3BBS でここに作っておいたところにリビルドとして保存しますと。っていうことなので、もう設定してあるからこのままこれをはい、これでリビルド終了とするだけですと。じゃあリビルドしたらどうなるかというのをちょっとファイル自体を見ようかな。コマンドプロンプトをここに BBSLUC リビルドドット BB スクリプトっていうのがあるので、これを見てみると最初の NowBBS と一緒な状態になるので、リビルド成功していると。この状態で編集するのは無理なので、だから基本的にリビルドするのは編集が終わった後で、細かい調整をしたい人はまあ何度もこれをやんなきゃいけなくなっちゃうんだけど、まあ今日はそこはいいや。でリビルドは終わりましたと。はい、その次がインジェクション。これをね、ここで最初エキストラクトで BB スクリプトを作ったこのアンパッカーをまた起動して、今度はどこかな、よし、はい、また本体ファイルを選択しておいて、なんだけど最初のエキストラクトの時とは違って
ここセレクトファイルトゥインジェクト、これを押すとさっきリビルドしたファイルをなんていうのかな、またこの UEXP というアセットにしますよっていう感じなので、ここで3のリ DBS でさっき見たリビルドを選択してインジェクトを押すと、何回押しても別にいいんだけど、でユニティの弾丸もやってるので EF ファイルもやる必要がありますなと。はい、EF ファイル EF ファイルでこっちも EF のリビルドと。ということでこれもインジェクトしましょうと。何回でも押していいので。で、ここにサクセスって出るので、あ、コメントありがとうございます。ちょっとまあ見ていってください、よければね。空白なんですが、でこのインジェクトを押したので、ここね、これは終わりましたと。じゃあ次はこれをちょっと結構か。でこの最初に作ったテスト LUC だったかな、これだ、これここはね、今これリビルドしたのが入ったので、これをパックしますと。でここで来るかな、このディスコードのアンリアルモッド、アンリアルアニメモッドかな、あそこで誰かが作っておいてくれたこのバッドファイル、このアンリアルパック with コンプレッションで、ここにドラッグ&ドロップすると、よいしょ、これ、はい、これでモッドになりましたと。テスト LUC.TAK ではこれを、はい、このモッドマネージャーに入れますよというところで、もう最終段階なんですが、でこれをまず切り取ってモッドの場所どうしようかな。スチーム、コモン、アンブレム、モッド、ギルティギアストライブっていうパスがあるんで、でここにじゃあ新規フォルダを作成しましょうと。新しいフォルダでここに貼り付けましょう。で新しいフォルダっていうフォルダ名だとバグることがあるんで、同じ名前にしましょうねと。はい、これでテスト LUC の中に
テスト LUC.pack っていうファイルが入りましたと。で、最初にやってたこれか、何らかのモッドをダウンロードしておく。で、ここだ。これがルーシーのカラー変更モード、まあ外人さんが作ってくれたメテコゴーストインジャーシェルウィズホワイトスーツだったかな。でこのシグファイルだけが必要なので、これをコピーしてさっき作ったテスト LUC のここに貼り付けると。でこことここの名前が違うと結構エラーになるんで、ここも名前を統一しましょうねと。はい。でこれ2つが2つでモッドっていうことなので、で早速最後に1点と、あこれがそうね。でこれをちょっと引いて捨て、はい、ここにまあちょっと拡大できないんだけど、テスト LUC っていうのが追加されてますと。とりあえず念のためセットアップでもしましょうと。でこのチェックを押すとモッドを有効へ向こう。で今有効にして実験してみましょうと。でこのラウンジでギルティギアストライブを起動するので、じゃあ起動してみましょう。これがね、ちょっと長いけどね。で動きましたね。でモッドをすっかりしてるともうだいたい調整終了とかね動かないので、動いてる時点で多分成功でしょう。でとりあえずヒットポイントをこうしてこうしました。じゃあ IP の超ダメージ、はいできてますね。ダメージ確か2400かな。で次ユニティの銃弾弾丸のダメージを上げてますと。はいこれもいってますね。で最後は覚醒技をゲージなしで動かせるようにしているのでやってみましょう。ここね。
行くな。ここね。行くな。さあ、これで。はい、できてますねと。でこれで ED スクリプトを編集してある程度まあ性能をいじることはできますよと。これってローカルだけの処理とちゃんと見てる。正直やったことがないんですよね。そのオンラインで一発で赤番とかってなんか怖いから。どうなんだろう。やった人多分ディスコードのちょっと待ってね。だって赤番になると多分これか、この最初の方に URL 載せてあるんだけど、ここのトライブこの辺かな。ストライブスクリプトモンキンこの辺か。この辺で外国の人は確か何年も前に質問していたことがあるので、そこをまあ検索してみてもらうと。ただ基本的にやるとまあ地点は地点じゃないですかね。っていう感じです。ですと。今何時かなと。1時間ぐらいだったのかな。ねえ、今日はちょうどこんな感じかな。はい。で、今日は初めてのモッドライブということで、起動から終了までをレビュー。自分が見たことあるのは、セイでプレイヤーレベル意見とか、レビュー。経験値っていうのは確かで、何の経験値だったっけ？これか、この W ドルかな。これは確かローカルだったと思うな。レベルなのかな。うんうん。多分もうそういうチート対策はダークシステムだいぶやっていると思うんで、対戦のレベルあれに関しては多分無理じゃないですかね。これコレクションで何かを買うとかそんなはローカルだったりするので、その辺は改造できるんじゃないか。てかモッドで確かあったかな。999999ゲットのモッドみたいな。ダブルドルがね。まあオンラインでは注意書きも書いてるけど、やんない方がいいし。うん昔打てるプレイヤーレベル電流4万は最高。あ、プレイヤーレベル、へえ。
あ、いたんすね。ミスやっていた。ああ。レベル自体は、ちゃんと上げたのかもしんないっす。現状4万が最高。ああ。ただ、チート対策も、なんだっけ、なんかディスコードで見たのは、ね。あ、そうなんだ。ああ、じゃあそれ使ってたのかも。使ってて、まあ赤バンされたんなら、ちゃんとアークのアンチチートシステムみたいな、それが動いてるっていうことだと思いますけど、うんうん。やっぱりバンなんすね。そう、元のこの注意書きにもでっかく書いてるけど、オンラインモードで、そういうのはやっぱ他人に迷惑だから、絶対禁止っすよね。ただこれ多分だけど、さっきのこのルーシーのダメージを上げたの、これをオンラインモードでやってもいいよ。サーバー側で BB スクリプトっていうか、ちゃんとそれが用意されてるから、多分何の変化もないと思うんですよね。こういう風に一発で対戦相手が倒せるっていうことはないと思うんですけどね。で、そんな状況になったら多分アーク側が、これおかしいぞっつうことで目つけられそうだし。まあ、これで、オンラインモード荒らされたらたまったもんじゃないけど。そうでしょうね。だからこのローカルで保存されているファイルをいじってもサーバー側にあるファイルとの整合性が取れないと、まあ、運営側に目つけられたり、されるでしょう。で、個人で楽しむ分だけで、まあ、今回はただこの超ダメージにしただけだけど、次回あんのかどうかわかんないけど、なんかいろんなモッド作成とか考えることもあるかもなので、よしよし。それじゃあ今日はこの辺で終わらせます。クラムさんコメントありがとうございました。ではまたなんかのライブでご縁があれば。ありがとうございました。